皆さんこんにちは。ポケモンクレイワールドです。今回はメガリザード X とメガルカリオの作り方を解説しようと思います。今回のようにまとめ動画も上げていきますので、ぜひチャンネル登録、コメントなどお願いします。まずはメガリザード X を作っていきます。この作品は1年前くらいに作った過去作になります。過去作ではありますが、自分の中ではうまくいったので結構気に入ってます。話している間に目が終わってしまったので、角の話をしようと思います。角の先端は青くなってますが、境目がきっぱり分かれている場合、固めてから切ろうとして違う色をつける方がやりやすいです。これで顔が終わったので、首から尻尾までをつなげて作ります。お腹は後で粘土を埋めるので剥がしておきます。口から出た炎に光を灯すために LED ライトを通しておきます。粘土を剥がしたところに LED ライトを入れ込み、お腹の粘土を重ねて隠していきます。お腹の色は角より少し淡い水色になっています。この鎖骨の部分は少しだけこだわって作りました。次は腕です。指は柔らかい状態の粘土を切って整えて作ります。角と同じように肩のこのよくわからないトゲも切り落とします。足にも LED ライトの残りを通す穴を開けておきます。手や足が少し固まったので爪をつけます。柔らかいと指も歪んでしまうので固めてからつけるのがおすすめです。翼を作ります。内側は青色の粘土を貼り付けるので厚くなりすぎないように調整します。これくらいの薄さにしてみました。この辺は感覚ですね。胴体の大きさと見比べながら翼を切り出していきます。すでに乾燥してきていてやり直しも難しいしやりたくないので焦りながらも丁寧に切っていきます。翼より大きく広げた青い粘土に貼り付けて同じ形に切り出して完成です。翼の骨の部分を作ります。先端は尖って独立しているのでくっつけないように気をつけながらなじませていきます。最後に口から出ている炎を作ります。型を取るためにまずは粘土で形を決めていきます。熱湯にお湯丸くんを入れ、柔らかくなるまでほぐしていきます。やけどしないように慎重に行いましょう。粘土をお湯丸くんに押し付けて型を取っていきます。炎は2色のレジンを使います。炎の先端と根元で色を分けていきます。小さい型も取ってあるのでそれらをつけて炎のメラメラを表現していきます。最後にレジンでコーティングをして両口、尻尾につけ翼を生やせば本体は完成です。石粉粘土を使い土台を作ります。底面は空洞にしておいて LED のスイッチのスペースを作っておきます。岩を並べて情報量を増やしていきゴツゴツにさせます。この粘土は色を混ぜ込めないので乾燥させてから絵の具で着色します。一通り塗ってからさらに違う色をドライタッチで重ねていくとそれらしい質感になります。土台にリザードを乗せて完成です。次はメガルカリオです。こちらもリザードン X と同じ時期に作ったものになります。実はまだ世に出してない動画もあるので準備ができたら少しずつ投稿していこうと思います。背景をよく見るともう出てきてるかもしれません。まずは顔から作っていきます。黒い模様は乾かした後にくり抜いて上から粘土を埋めていきます。
何もせず上から黒い粘土を貼り付けると、その分厚みが出てしまうのと、薄くしたら薄さで透けてしまうこともあるので、くり抜いてから埋める方がおすすめです。目も同じ理由で埋め込んで作っていきます。少し目を開き気味に大きく作ります。最後にまぶたみたいな部分をつけて目の表情を調整していきます。メガルカリオはメガ進化前より少しキリッとした表情になるので、ここでうまく表現していきます。胴体は黄色い体毛がふさふさと生えています。目が進化してより毛が伸びて揺らめいている感じです。腰の毛は足をつけた後に重ねていきます。後ろの方はよりふさふさでなびくとかっこいい感じです。チクチクとした毛を付け足して体毛は終わりです。手足の先端は赤くなっています。肩の部分は少し鋼を思わせるような硬そうな磁石みたいなのがついています。ポーズは高いところから着地した感じにしようと思います。拳やすねなど体中に刃のようなトゲが生えています。しゃがむと多分すねに突き刺さるので、皆さんがメガルカリを育てていたらしゃがまないように教えてあげてください。組み立てる前に頭の後ろにある耳みたいなのを作ります。これが何か分からず調べたんですが、公式の情報はありませんでした。ネットの考察だと波動を感じ取る器官であったり、たてがみのようなものではないかということでした。まあ何でもいいですよね。かっこいいし。手や頭をくっつけます。頭の角度を調整して本体が完成です。土台を作ります。確か100均で買った丸い木の板に石粉粘土をまとわせていきます。ある程度乾かし、ルカリオが着地する部分からひびが入っているようにします。ひびの線を入れたらカッターナイフで取り除き、これを全体に広げていきます。背後にそびえ立つ岩も作り、絵の具で塗装していきます。ひびの中は影になるので濃いめに塗装します。背後の岩も塗り、乾いてから設置します。ルカリオを設置して飛び散った岩を置いていますが、今回はこれで完成ではありません。細い糸を使い、着地の衝撃で岩が宙に浮いているように表現します。YouTube で調べて見つけた方法ですが、浮いた岩がプルプルと動くので多分もうやりません。メガルカリオ完成です。今回の動画はいかがだったでしょうか。最後に2匹を並べて撮るのを忘れちゃったので、これで終わろうと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。